マーケットが再びじりじりと下がっており、今後もこのトレンドがしばらく続くと予想している人が多いかと思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。 FRB は今後も金利上昇があることを認め、インフレを退治するまで高い金利をキープすると断言し、家計や労働市場に痛みが伴ってもインフレ退治をしてみせると強い意思を示したことは記憶に新しいかと思います。FOMC の参加者たちは FF レートが年末までに 4.4%、来年23年には 4.6% にまで到達すると見込んでおり、11月の会合でもさらに 0.75 ポイントの利上げが濃厚となっています。FF レート 4.4% というとリーマンショック以前の高い水準で低金利時代の大きな転換点となりそうです。住宅金利は30年固定で 6.6% 程度まで急上昇してきています。2007年以来の高い水準です。パウエル議長は住宅市場の過熱を非常に懸念しており、特に家賃の上昇を抑えたいことを前回の発表でコメントしています。住宅市場はピークアウトしたとの見方が強いのですが、実際に価格が下がるには時間がかかるので、住宅市場が実際に落ち着くまで金利を高いところに据え置く必要性があることも示しました。住宅市場はいつ落ち着くのかは読むことができないとし、最悪の事態に備えておくようにとメッセージを送ったんです。バンクオブアメリカによると、投資家たちのマインドは金融危機以降最悪で、リスク資産からは資金が流出し、現金保有が増えているとのことです。ゴールドマンは年末の S&P500 の予想を従来の4300から3600と、なんと 16% も下方修正し、ソフトランディングは不可能だとの見方を示しました。レイダリオは金利が 4.5% に達すれば株価は 20% 近く下落するだろうと予想しています。これを予測しているのが9月14日で、その時点の株価が S&P500 で3946ポイント程度ですので、なんと3100ポイント程度まで下落すると見込んでいるようです。レイダリオ率いるブリッジウォーターアソシエイツは、かねてから現在の市場はインフレに伴う大幅な金利上昇を織り込んでいないとコメントしていましたが、今まさに市場は金利上昇を織り込み、株価は下方向へのプレッシャーが強くなっています。レイダリオは、人々は目の前のことにとらわれすぎて、今後も過去と同じようなことが続くと思い込んでしまうと言っています。歴史の中で変化が起こるのはだいたい10年ごとで、今まさに低金利の時代が終わり、新しい世界へ突入していくと言っているんです。そして新しい世界への突入のきっかけはもちろんインフレです。時間の経過とともに人々の生活水準は向上していく傾向があります。新しいイノベーションが生まれ、労働生産性が上がっていくためです。このアップトレンドの中で需要と経済成長がしっかりしている場合、失業率は低下し、インフレは高くなる傾向があります。中央銀行は高すぎず低すぎないインフレが発生している限り、強い経済成長と低い失業率を良しとします。中央銀行が想定している高すぎず低すぎないインフレ率とはどのくらいのことを指すのでしょうか。それは生産性に悪い影響を与えない程度のインフレのことです。多くの中央銀行は 2% をターゲットとしています。中央銀行は安定した経済成長と低い失業率を望み、一方でちょうど良いインフレ率も欲しいんです。インフレ率が 2% よりも高くなると、中央銀行は金融政策という手法を使ってインフレを下げようと試みます。インフレを測る指標として一番馴染みがあるのは CPI で、直近7月の CPI は前年同月比 8.3% と非常に高く、これが問題となっているのは明らかです。つまり FRB が金利を上げるというのは必然なことで、金利が上がれば経済成長率に影を落とすのは明らかだということなんです。すべての過程はインフレから始まるとレイダリオは言っています。インフレが高くなると金利が上がり、それが市場へインパクトを及ぼし、最終的には実体経済にまで影響が及ぶというわけです。このサイクルの中で我々が今どのあたりにいるかというと、ちょうどマーケットに影響が及んでいる段階です。現状アメリカの10年債利回りは 4% にまで上昇しており、金利上昇を織り込みにいっていますが、レイダリオはこれが 4.5% から 5% にまで上がるだろうと予想しているんです。一方でインフレ率は中長期で 5% に落ち着く可能性が高いとし、実質リターンは 0% から 1% 程度になるだろうと言っているんです。
今後アメリカ政府は借金の埋め合わせをするために GDP に対して 5% 程度の赤字国債を発行すると見込まれています。同時に FRB も GDP 対比で 4% 程度の国債を売る予定です。全体として GDP に対し 9% もの国債を消化する必要があり、これに対して需要は非常に低いことが見込まれます。アメリカ国債の大きな買い手は中国や日本やロシアでしたが、これらの国がアメリカ国債を積極的に買っているとは言えず、過去数年の主な買い手は FRB でした。国債を買うとき、買い手は何を見て買うのでしょうか。金利が高ければ高いほど魅力的な投資先となりますよね。買い手不在のアメリカ国債が魅力的となる金利水準はどの程度なのでしょうか。インフレが 9% で国債の利回りが 4% だった場合、あまり魅力的ではなく、投資家たちは他のもっとリターンの良い投資先を探すのは当たり前の流れです。そういった背景もあり、レイダリオは金利が 5% よりもさらに上に行ってもおかしくないとし、結果それが民間セクターの成長を妨げ、実体経済に悪影響を及ぼすことになるだろうと予想しているんです。金利上昇が実体経済に悪影響を及ぼす効果として資産効果というものがあります。資産効果とはその名の通り、持っている資産が消費に及ぼす影響のことです。例えばあなたが持っている株の価値が100万円から150万円に増えたりすると、その人は消費を増やす傾向が見られます。自分の持っている資産が増えると、以前に比べなんだかお金持ちになった気分になるからです。現状マーケットは下落基調にあり、多くの人がこのトレンドがしばらく続くと予想しています。レイダリオの予想するポイント、 S&P500 でいうと3100ポイントまで下がるかどうかは誰にもわかりませんが、もう少し下がってから買おうと考えている人は割と多いのではないでしょうか。しかし実のところマーケットで何が起こるか、それは誰にもわかりません。ベストな選択肢は下がっている時にドルコスト平均法で買い続けることなんです。マーク・トウェインはかつて厄介なのは何も知らないことではない、実際は知らないのに知っていると思い込んでいることだと言っていますが、まさに今のマーケットにぴったりの名言ではないでしょうか。最後にレイダリオのコメントを聞いて今日はおしまいにしたいと思います。 You can't keep spending without and bring down inflation. So here's what I think. I think that we're not going to be able to bring an interest rate to a high enough level to give a good real return to holders of credit without causing a contraction in economic activity. I think the inflation will come down a bit, but it's going to be very high, and money's going to get a lot tighter. So you're going to have a stagflation. Like we had in the 70s, worse? What do you think? Similar to the 70s, but none of them are all the same. There's always a paradigm shift. The way a paradigm shift is, it's like there's a 10-year period. And almost every 10-year period is the opposite of the 10 years before. The 70s produced the 80s. At the end of a period of time, everybody believes that the future will be like the last 10 years. Right. And everybody's positioned that way. So when you look at the environment that we had over the last 10 years, not inflation, no low interest rates, availability of credit. So these moves take place typically over a period of 10 years, and there, let's say, two legs to the move. So you have a change in mindset. People thinking what is safe. Used to think that cash was safe, a safe investment. But cash it loses buying power to inflation. So now as people realize that loses buying power, and as the Fed has to deal with the tightening of monetary policy, you get the first leg. And that's the first leg that we're in. It probably would run its course, I would say, in the next 18 months or so. That if you take the cycle, you have to raise interest rates high enough that it produces an adequate return. Otherwise, the sellers, they're going to sell their instruments. And that if we look at the supply demand for credit, the Federal Reserve is going to sell 1.1 trillion. And you have others selling because it doesn't provide a good return. That creates a certain tightness of money. That creates a fall in the contraction. You have a contraction in spending power, credit. And so that's what's likely ahead. So you have the first leg of the move. These things take place until the opposite is true, until people believe that cash, it won't be a good investment until there's the inflation. So I think that you have the leg, like 1971 into 72
2, and then 3, tightness of money policy causes 1974-5, bad recession, bear market, easing of monetary policy. Then you get another leg up, 76, 77. Then you have the higher level of inflation. Then you have the tight money policy. And at that point, everybody believes that I never want to own a bond. I only want inflation hedge assets because that's how they're positioned. And then the opposite happens in the 80s.